さて、ようやくですね、僕もこのニコン ZR のレビューをお届けできる日がやってまいりました。で、このニコン ZR はニコンとして初めてのシネマカメラであり、ハリウッドでも数々の大作映画の撮影に使用されているシネマカメラを開発しているレッド社の技術とニコンのミラーレスカメラの技術が融合した Z シネマシリーズからニコンブランド初のシネマカメラとなってます。主にこれから動画を本気で始めたいエントリー層や、あとはハイヤマやセミプロといった層を意識した機種となっています。で、ちょっとね、今回の動画は少し長くなると思うので、動画をね、ある程度かじっている方であればすでに知ってるよっていう内容も出てくると思うので、細かくね、チャプター分けをしておくので、気になるパートをチェックしてもらえればなと思います。じゃあまず最初はね、サクッとこのニコン ZR のスペックをおさらいすると、このカメラは24メガピクセルのフルサイズセンサーを搭載していて、ダイナミックレンジは最大15プラスストップで、 ISO は800と6400のデュアルネイティブ ISO となっていて、 6K では最大 60p、 4K では 120p での撮影が可能となっています。で、なんといってもやっぱり大注目なのはレッドのね、カラーサイエンスによる R3D 形式のローを内部収録することが可能で、他にもプロレスローだったり、あとは H265 の、8ビット10ビットといったね、幅広いねフォーマットに対応しています。そしてね、このカメラのボディはファンレスでありながら熱耐性にも強く、まだね30度を超す暑い日に屋外で撮影したんですけれども、一度もね熱で停止するようなことはありませんでした。で、さらにね、後ほど詳しく紹介するんですが、これもすごいですよね。この4インチのモニターですよ。で、他にも32ビットフロートの音声収録にも対応していて、重量はバッテリーやメモリーカード込みで約ね 630g と非常に軽量となってます。で、メモリーカードは CF エクスプレスタイプ B とマイクロ SD が1枚ずつ刺さるんですけど、なんでマイクロ SD なのって思ったんですけど、これニコンさんに聞いたら、メモリーカードとかをね忘れて、何も取れない最悪のパターンを回避するのに、マイクロ SD カードだったらコンビニでも買えるのでっていうことでした。で、その他のね細かいスペックっていうのは、ぜひね概要欄にもある公式ホームページをチェックしてみてほしいなと思います。そしてね、何より驚くのがやっぱり価格で、ニコンダイレクトでこれボディ単体税込みなんと29万9200円という価格で30万切るんですよ。30万高えじゃんって思う方はですね、これちょっとあまりシネマカメラをご存知ないのかなと思うんですけれども、それこそ本家のレッドのシネマカメラとかは数百万っていう値段なんですよ。なのでそれと同じカラーサイエンスで映像が撮れて、なおかつ Z シリーズ由来の正確なオートフォーカスが使えると思えば、この ZR30 万をね下回るっていう価格は本当もう衝撃としかね言いようがないですね。で、すでに市場にあるミラーレスカメラをベースにした、フルサイズセンサー搭載のシネマカメラっていうのは、その多くが、ZR これのね2倍近い価格っていうことを考えれば、これはちょっと価格破壊すぎるんじゃないかな、大丈夫なのかなニコンさんってちょっとねこっちが心配になるぐらいですよ本当に。そしてね、このね定価が13万円ちょっとのこの万能 2470F4 ズームレンズがセットになって37万4000円っていうね、だいぶお得なレンズキットもあります。じゃあここからはニコンの ZR で特に注目されている3つの特徴、レッドのカラーサイエンスで記録できる R3DNE っていうローフォーマット、これまでのミラーレスカメラよりもこの圧倒的に大きいこの4インチの背面モニターとこのカメラの使い勝手、そして動画では映像と同じくらい大事になってくる音声収録周りについてねちょっと深掘りしていければなと思います。じゃあまずさっきからねちょいちょい出てくるレッドのカラーサイエンスとは何ぞやという話なんですけれども、このねイメージセンサーが捉えた光の情報を、映像にね画像エンジンが変換する際に RGB で色を再構築するときに用いられる、色味のレシピがカラーサイエンスと呼ばれるものです。カメラメーカー各社がそれぞれねこの秘伝のレシピカラーサイエンスを持っていて、だから、メーカーごとに写真や映像の色味っていうのが、違うんですけれども、レッドのカラーサイエンスの特徴っていうのは、映画的な色を作るための土台っていう設計思想にあります。土台とは言ってもこのね R3D は取って出しでそのまま709で出力してもかなりこの色味やハイライトの滑らかさっていうのがフィルムライクな感じなんですけれども、
ここからさらにね映画的な色味を目指して様々な方向にね調整したとしても、色破綻が極めて起こりづらいすごくね広い色域を持っているので、非常にねグレーディング耐性が高いっていうのがこのねレッドのカラーサイエンスの特徴となります。でニコンさんもそうだと思うんですけど、多くのカメラメーカーのカラーサイエンスっていうのは何も映画を撮ることだけを想定してるわけじゃなくて、テレビだったりあとは報道関係とか、もうほんとねプロからコンシューマー機までもう幅広い、カメラであったりその用途で使えるような、汎用的な設計を重視していて、ある意味ねちょっと無難ではあったりするんですよ。ところがレッド社はシネマカメラ専門のメーカーになるので、なのでこういったね、ある種振り切った形が取れるのかなと思います。そしてレッドのねカラーサイエンスをこの ZR で使うには、動画を R3DNE っていう12ビットのロー形式で記録する必要があります。他にも N ローとかプロレスローとかっていったね、フォーマットも選択できるんですけれども、レッドのカラーサイエンスで記録できるのはこのね R3DNE フォーマットだけになります。ちょっと話は変わるんですけど、 Z にはねシネマチックビデオモードっていうのがあって、これがねレッドが監修したイメージングレシピが用意されているので、これを使えば R3D フォーマット以外でも、レッドらしい色味を疑似的に再現して記録すること自体は一応可能となってます。そしたらね次はローについても少し深掘りしていきたいなと思うんですけれども、これまでのねミラーレスカメラで幅広く使用されてきた、H265 などの圧縮フォーマットと動画のローっていうのは一体何が違ってどういったメリットがあるのかっていうと、まずそもそもローが何なのかというと、写真のローと基本的な概念は同じです。イメージセンサーが受け取った光の情報をデジタル信号に変換して、でそれらを写真とか映像化する前の生のデータがいわゆるローデータというものになります。一方で H265 といったコーデックはそのローデータから色や明るさなどの情報を確定させて、映像として圧縮したデータになります。なので、後から明るさや色味を大きく変更すると、すでに確定したデータをもうある種ね無理やりいじくっていくので、ローに比べてノイズだったり色の破綻っていうのがね起こりやすくなります。一方でねローの場合はその撮影時に設定してた ISO とかホワイトバランスっていうのはただのメタデータとして記録しているだけなので、編集時にその記録したローデータを映像化するときに無劣化で ISO とかホワイトバランスの設定っていうのを再調整することができるんですよ。またこんな感じでホワイトバランスを変更して色味を大きくいじってみても R3D の方は、自然と色がシフトしているのに対して H265 では均一に色がシフトしただけのような感じで、ホワイトバランスを調整しただけなのに肌の色とかハイライト部分とかなんかちょっと不自然ですよね。なので撮影時にちょっとホワイトバランスの設定失敗したなとか、あとは意図的に昼間撮ったシーンを夕方っぽく見せたいなと思った時にグレーディングがね非常に大変になってきます。なのでローっていうのは編集時にカラーグレーディングなので、自身のね世界観を構築する自由度を担保してくれるフォーマットであると同時に、撮影のね失敗を防ぐ保険としても機能します。特に R3D 形式で採用されている階調モードLog3G10 っていうのは N ローやプロレスロー H265 で使える N ログと比べるとハイライトの耐性が強い傾向にあるので、めちゃくちゃ天気が良くて撮影が難しいような環境ではこの R3D で撮影しておくと、より安心かなと思います。だったら ZR を手に入れてね全部ローで撮ろうと思うかもしれないんですけれども、動画のローは写真のローとは大きく違う点があります。それがですねデータサイズです。例えば 512GB のメモリーカードに ZR で 5.4K60p の H265 を記録すると、だいたい200分記録することができるんですが、 R3D の最高画質 6K60p で記録すると、だいたい18分ほどで、容量がねパンパンになって、そのファイルサイズっていうのは H265 と10倍以上にもなります。あとね先ほどお伝えした通りローは自由度が高い反面
ノイズ処理などは後工程で自前でねやる想定になっているので、これもまたハイエンドクラスのねパソコンのスペックが要求されます。なので動画のローっていうのは写真のローぐらい気軽に扱えるものだと思って本当手を出してしまうと、そもそも扱うことすらできないっていうことにもなりかねないので、これからローをね扱える環境を揃えようと思ったら、このカメラ以外にぶっちゃけねそこそこの投資は必要になってくるっていうのは、これは本当ね注意が必要かなと思います。じゃあお次はですね、ローはちょっと正直自分にはトゥーマッチかなと思っている人であっても、僕がこの ZR を押せるポイントっていうのがやっぱりね、その動画撮影機としての使い勝手の良さです。4インチっていうね背面を覆い尽くすほどの巨大なねバリアングルモニター、これはですね、多くの Z シリーズや他のミラーレスカメラが備えている3インチ程度のモニターと比べると圧倒的に大きくて、たった1インチって思うかもしれないんですけれども、本当ね見やすさには歴然の差があります。こういった外部モニターは持ち運び時に都度ばらしたりしなきゃいけないですし、ケーブルとかあとはこのモニター自体のバッテリーとかも別で管理する必要があるので、その取り回しの悪さを考えればこっちの4インチモニターの方が正直僕ははるかにメリットを感じます。そしてね、このモニターが大きいとカメラのこの設定情報も映像の外側にね大部分は配置することができるので、構図とかをしっかり撮りたいっていう時に邪魔にならないっていうのも大きな利点かなと思います。ただ一方でこれだけね大きなモニターがこうやって背面を占めていると、カメラのボディ側のボタン類を配置するスペースがなくなってしまって、 ZR では他のねZ シリーズと比べてもだいぶねボタン数っていうのが少なくなっています。正直最初はねこれちょっと使いづらいんじゃないかなと思ったんですけど、でもこれだけモニターが大きいと設定をね変更するのもタッチ操作ですごくやりやすいので、これだったらね全然そういった操作性っていう部分もカバーできてるんじゃないかなと思います。続いては音声収録周りの話なんですけれども、まず何といってもこのね ZR では32ビットフロートの録音に対応したっていうのがねすごいでかいですね。この32ビットフロートっていうのは非常に広いダイナミックレンジで音声を収録できるので、音割れを起こす心配っていうのがほぼなくなるんですよ。音量をある程度調整していたとしても、なんか笑い声とか不意にね声が大きくなった時にクリッピングノイズっていうブツブツみたいなノイズが発生してしまうっていうことがあったりするんですけれども、この32ビットフロートで記録しておくと、そういった部分の音量をちょっと下げるだけでクリッピングっていうのが解消されて、しかも飛んじゃったかなと思われてた音っていうのもしっかり返ってくるんですよ。ライティングとか撮影とか音声とか、全て一人でこなさなきゃいけないソロクリエイターにとって一つ撮影時に気にかけなきゃいけないことを減らせるっていう、これは本当相当でかいです。またこのね上部についている内蔵マイクの音質がねかなりいいんですよ。ちょっとねこれ一回聞いてもらっていいですか。Vlog として使ってみたらどうかなということで、ちょっとね今日は彼岸花を見に来ております。準備はよろしいですか。おお、そうか、気合入ってるね。準備 OK。おし、じゃあ行こうか。みんなめちゃくちゃいいカメラ持ってるじゃん。ゆかちゃんあんまり興味なさそうだね。で今これ、使ってるのは、2470-2.8 の S2 ですね。飲み物、アイスコーヒー買いました。うまい。ニコダメだよ、まだ飲んだら。このカメラなんかさ見やすいね。見やすい。でかいんですよモニター。確かに気づいてなかったです。いや実は知ってたけど知ってんの。いやでもすごく見やすいね、やっぱり実際に撮ってみて。そう
こんな感じで普通のねミラーレスカメラの内蔵マイクはおまけ程度の音質だったんですけれども、カメラの後ろ側で喋るようなタイプの Vlog とか、あとは自撮りとか、マイクからそれほど距離が離れてない音を拾うのであれば、正直ね外部マイクはいらないんじゃないかなと思います。聞いたことないですよね、Vlog が撮りやすいシネマカメラって。でそしてねついにニコンからもこういったね外部マイクが出たんですよ。これであれば内蔵マイクよりさらに高い音質で記録できるのと、ショットガンタイプなのでよりピンポイントの音を拾えるので、多少ねカメラから距離があったとしてもしっかりと音声を収録することができます。このマイクをこのシューに差し込むだけでケーブルとかは必要なく、ちゃんとしっかり音声っていうのをこっちに記録することができます。でさらにねこのマイクこうやってレックを開始すると光るんですよ、こっちとこっちが。これはやっぱりね分かりやすいですし、カメラの前にいる人もしっかりとねここで見ることができるので、これはねすごくいいなと思いました。じゃ最後はまだねお伝えしきれていない細かい点にいくつか触れてまとめに入っていきたいなと思うんですけれども、まず写真についてなんですけれども、当然写真も撮ることはできます。この上にねビデオとフォトの切り替えスイッチがついているので、これをね切り替えるだけで簡単に写真も撮ることができるので、例えばね動画のサムネイルとかっていうのを撮りたいと思った時にね、わざわざ別に写真用のカメラを持っていくっていう必要もないので、これも非常に便利かなと思います。写真専用機ではないので残念ながら、見てわかる通り EVF はないですし、あとねメカシャッターっていうのもありません。なのでここはちょっと撮影時1点注意が必要になってくるポイントかなと思います。これがシネマカメラとはいえ中身はですねかなりニコンの Z6-3 の、匂いがプンプンしてくるようなカメラになっているので、その写真のクオリティ自体は特に劣るわけでもなく、しっかりと綺麗なもう申し分ないね写真を撮影することができます。そしてしばらく使ってみて、今現時点で僕がねちょっと気になってるポイントっていうのも、ちょっとしっかりとねレビューなんでお伝えしなきゃいけないかなと思うんですが、そんなに多くはないんですけれども、まずねシネマカメラとしてまだちょこちょこ足りない機能があるのかなとは思いました。外部モニターにはね当たり前のように存在しているようなホルスカラーであったりアナモロフィックレンズのデスクイズといった機能は現在存在していないので、ここはね個人的にはぜひ今後のアップデートでお願いしたいポイントかなというふうに思います。でもね本当そのくらいですよ。それは物理ボタンがもっと欲しいなとか、あとはなんでマイクロ HDMI なのとか、同一メディアでのデュアルスロットが欲しかったなとか、思いつく部分はあるんですけれども、でも実際にこのカメラ手にしてみると、ファンレスでこのモニターとこのボディサイズですから、それらどれを追加しても、ここからさらに一回りねカメラが大きくなってしまうっていうことはこれはもう明らかなので、それだったらこのね ZR の良さが生きてこなくなってしまうんじゃないかなと思う。それはわかるので、それだったらなくてもいいかって思えるのがこのね ZR の本当絶妙にバランスが取れているところかなと思います。じゃあ最後にこのニコンの ZR は果たして買いなのか買いじゃないのか、これは正直に言いますね。写真をメインで撮る人にとってはやっぱりねこの Z シリーズにはかなわないのと、あと Z シリーズだって十二分にねハイクオリティな動画っていうのは撮れるんですよ。なので写真がメインもしくは写真と動画半々ぐらいの、ハイブリッドシューターの方であれば、Z シリーズをやっぱり選んでおいた方が無難かなと思います。ただそれでもこっちのね Z シネマ ZR を手に入れた方が良いと、僕が自信を持っておすすめできるのはやっぱり Z シリーズにはない R3D ローで撮影してバリバリグレーディングしたいような、映像作家を志すような人であったり、あとはミラーレスカメラで動画撮影を始めたら気がついたら仕事にもなってたっていう方で、オペレーションの効率化だったり、あとは将来を見据えて本家のねレッドのワークフローのスキルも身につけたいなっていう人とか、
あとはまあ趣味でもねこう毎日のようにやっぱりこう動画を撮ってコンテンツを作っているので、もう使い勝手にはとことんこだわりたいといった、そういった動画に対して熱量の高い方には本当ねもう全員にこれおすすめできます。でやっぱりこれまで動画専用のシネマカメラといえば、結構価格的にハードルが高かったんですけれども、この30万円を切る価格っていう、この ZR が登場したことで、一気にね敷居が下がったのは間違いないと思いますし、これまでねその金額的なハードルの前で足踏みしてた方がいるとすれば、この機会にねこう一気に飛ぶしかないんじゃないかなと思いますよ。でただ唯一現時点でその懸念点があるとすれば、これがまだね最初の Z シネマカメラなので、この上が一気にね本家のレッドシネマカメラになっちゃうんですよ。それだとこの次のハードルがものすごい高いっていうことになってしまうので、そこはね、当然ニコンさんもこの Z シネマシリーズのこう次の展開っていうのも計画してるだろうと信じてね、このビッグウェーブに乗るしかないんじゃないかなと思います。はい、というわけで本日のねニコンの ZR のレビューは以上となります。この動画がですね参考になったという方はぜひチャンネル登録とグッドボタンで応援してほしいなと思います。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。ピース。